どうもこんにちは。今日はですね、ハイレイヤーのベーシックカットをやっていきたいと思います。うちのベーシックカットはですね、A ラインレイヤー、ローレイヤー、ハイレイヤー、ウルフレイヤーとあるんですけれども、レイヤースタイルの、上から3つ目ですね、段が2番目に高い、ハイレイヤーのベーシックカットをやっていきたいと思います。そもそもですね、ハイレイヤーっていうのはロングとかミディアムのレングスに対して上の長さがそこそこ短いというふうなことなんですけれども、レイヤーカットを覚えていくにあたってここの長さですよね。長さっていうのは基本的にはお客様がオーダーされる部分ですね。そして上の段ですね、段も割とちょっと段を入れてほしいとか、あんまり段入れたくないっていう感じでお客様がオーダーされる部分ですね。この下の長さと上の長さっていうのはお客様がオーダーされるところなんですね。この下から上までの長さをどのようにつなげていこうかっていうのが、美容師が勉強しないといけない部分で、その部分で、今日はハイレイヤーカットっていうところで、割と下までつなげていくというふうな感じをやっていきたいと思いますね。こういうふうに頭の形があるんですけれども、A ラインカットっていうのは上のパートライン周辺ですよね。パートライン周辺にこういうふうな、V の字で A ラインのレイヤーを入れていったと、いうふうな形だったと思いますね。そしてローレイヤーカットっていうのは、フェースにレイヤーを入れていくんですけれども、この顔周りにね、で主にこの上のゾーンですね、上のゾーンにレイヤーを入れていって、あとは逃がしてつなげていくというふうな形でしたね。で今日はハイレイヤーカットなんで1段目2段目、このミドルセクションですね、ミドルセクションぐらいまでレイヤーを入れていきます。で最後のウルフになってくるとこの一番下のネープのゾーンにも、少しレイヤーを入れていくと、そういうふうな形になりますね。だからウルフだからといって全部入れるとか、今回のハイレイヤーだからといって2段目まで入れるっていうのが決まり事ではなくてね、これは一つのその上の段から下のレングスまでのつなげ方の練習をしてるわけであって、そのお客様によってこのつなげ方っていうのはいろいろ変わってくるというふうなことが言えると思いますね。なので自分の中でいろいろとこうね、僕はアジャスターって呼んでるんですけども、調整機能を持っておくと、そういうことが必要なんで、一つの一例としてこのハイレイヤーとか、ウルフレイヤー、ローレイヤーもそうなんですけども、一つの一例として覚えていって全部を習得した後にいろいろ組み合わせてみると、それで自分のいろんなパターンを作っていくと、そういうことが非常に大切だと思いますね。ということで今日はですね、ハイレイヤーカットっていうことで実際にやっていきたいと思いますけれども、ローレイヤーの時は基本的にセンターパートでやりました。今日はですね、切り方よく似てるんですけどサイドパートでやりたいと思いますね。サイドパートのレイヤーの入れ方、これ結構アバウトになってる人多いんで、サイドパートのレイヤーの入れ方も学んでいきたいと思います。はい、ウェイク用意しました。これですね、ちょっと全体的に濡らして少し右分けですね、サイドパートに分けております。ハイレイヤーだからサイドパートにしてるわけではございませんよ。先ほども言ったように、サイドパートのレイヤーの入れ方を学べれば、サイドパートのローレイヤーも切れるし、ローレイヤーの時にセンターパートやりましたから、これと同じ切り方でセンターパートにすることもできるし、もちろん反対側にパートをつけることもできるというふうな感じで、いろいろとですね、自分で組み合わせて考えていくっていうことが大事になりますね。なので、今日はですね、ついでにサイドパートのレイヤーも練習しましょうということでサイドパートに分けております。ウィッグなんでね、顔が非常にちっちゃいんで、ここの幅がね、この顔の幅がかなり小さいですので、パートラインはね、あんまり横に分けちゃうとすごくライトサイドの幅がなくなってしまいますので、64ぐらいですかね、この目の内側ぐらいの感じで分けておくのがサイドパートを覚える上ではやりやすいかなと思いますね。こんな感じで分け取っていただいて、右でも左でもどちらでもいいんですけれども、初めて練習する人は同じように右パートに分けた方が見やすいかなと思いますね。
このような感じでカットしていきましょう。このレイヤーシリーズでは再三再四言ってるように、ロングヘアのカットではむちゃくちゃシェイプが大切になってきますね。頭に対して垂直に刃を入れるように解いて、少し内巻きになるように、地肌からしっかりと毛の絡みもつれを取って少し内巻きになるように、自然に落ちる位置、乾いたらこういう毛流れになるだろうなというシェイピングでカットしていくということが非常に大切になってきますね。それによってカットしたラインとスタイルが合ってくるという形になるんですね。アウトラインの切り方はね、今までの A ラインとかローレイヤーとほぼ一緒なんで、こちらの部分を奪還で留めておきましょう。耳後ろぐらいですね。イヤーとイヤーのラインを引くんじゃないですよね。落ちる位置で耳後ろぐらいからこう割っていってあげるというのが大切ですね。前の毛は分かりやすいようにダッカルで留めておきます。そしていつものように、バックからカットしていくんですけれども、これもですね、スタイルによって前上がりであったりだとか、あるいはね前下がりっていうふうにオーダーされる場合もあるかもしれない。それでも全然対応できるようなカットの工程になってますので、いろいろねこのカットを覚えた後自分で組み合わせていってもらったらなと思いますね。で後ろにこう垂れ下がってる毛を三つ襟からとかそういうんじゃなくて、後ろに垂れ下がってる毛をだいたいこの落ちる位置で3等分してあげます。もう大体でいいですね。で初めのところはまっすぐ切りましょう。もうこれは今までと一緒ですね。まっすぐ切る。はい、切りましたね。ちょっとインサイドに入るような感じのシェイプを行っておきます。この辺りのアウトラインの切り方に関しては A ラインでもローレイヤーでもやってますんで、このハイレイヤースタイルはあまり説明せずにやっていきたいと思います。バックサイドですね。ハイレイヤーの場合っていうのは多くの場合ちょっと前上がりのスタイルで構成されてる、そういうふうな組み合わせが多いと思いますので、ここは少し上げていきましょう。ローレイヤーでやった時と同じように角度10度ぐらい上げていきたいと思います。はい、反対サイドもきれいに地肌からシェイピングをして、こちらも角度ちょっと10度ぐらい上げていく、自分の中でね。ハサミはスクエアもしくはクローズに使ってください。こんな感じでアウトラインいいと思いますね。アウトラインが一発で切れましたら、サイドのアウトラインに入っていきましょう。サイドのアウトラインもね、ハイレイヤーの場合はここもグーッというふうに上げていくスタイルがちょくちょくあったりするんですけどね、最近はあんまないかもしれないけど、ちょっとねやっぱりねこうウィークということもあって長さがあんま取れないんで、あんまりここ上げちゃうとこのハイレイヤー入れたところのこの前髪とのつなぎがね簡単になりすぎちゃいますんで、ほどほどにしておきたいと思います。お客さん切るときにはしっかりと上げていってもいいですよ。はい、ここはですねローレイヤーでやった時と同じように15度ぐらいですね。センターまっすぐ切って10度上げて15度ぐらいの感じでやっていきましょう。で顔周りに関しては一旦この生え際に沿ってシェイプしてカットしておけばいいです。後でこう前に引っ張ってまた切っていきますんで、 A ラインでやった時みたいにここの角を取る必要もないですね。こんな感じでちょっと前上がりのアウトラインが切れてくると思いますね。反対側も同様ですね。ナチュラルな感じでシェイプして15度ぐらい上げていく。先に向こう側を切ってますので、ちょっと甘めっていうか少し長めの意識で切っていきましょう、ね、こっち側短くしちゃうと反対側をもう一回戻って切らないといけないという形になりますので、若干長めにカットして、で前から目分量で左右のバランスを測って、もう一度ですねちょっと角度をつけ直すっていうか、切り直していくという感じになりますね。この辺りはローレイヤーで詳しく説明している通りですね。
前から見て大体目分量で長さが合ってるんで、これでアウトライン OK ということですね。で、いつものようにもみあげとバックセンター、そして三つ襟ですね、インサイドグラデーションを入れていきましょう。しっかりとこの縦にこう髪の毛が重なっているのを横に開いてあげて、でこちら側が一番内側の毛になってますね。下側の毛、だんだん上側の毛になってるんで、内側の毛のこの角をカットしてあげる、こういうふうにつなげていってあげる感じですね。そうするとインサイドに入りやすくなるという効果がわかると思います。反対側も同様ですね。髪の毛が重なっている部分をしっかりと横に開くことによって生えているところの高さが見えてきますね。生えているところの高さが見えてくるんで、ぐーっと戻してあげると、この一番内側の毛の角を少し落としてあげると。で、これをバックセンターと三つ襟もやっていくという感じですね。バックセンターはセンターパートラインから開くようにシェイプしていくと内側の毛が見やすくなりますね。こちら側はシェイプしにくいんで、ちょっと上の毛はのけといて開くようにこうですね。でこれが内側の毛なんでこう取ってあげると。三つ襟もやります。はい、こんな感じでアウトラインが、終了いたしました。そしてここからですね、いよいよ、サイドパートのフェイスのレイヤーを入れてからそこそこ高めの段を入れていくというふうな工程に入っていきたいと思います。サイドパートといえども顔周りのレイヤーを入れていくにあたってはシェイプはですね、基本的にはローレイヤーの時のシェイプと同じですね、ボックスシェイプでレイヤーを入れていきたいと思います。でですね、ボックスシェイプなんで、まず、ヘビーサイド側ですね。ヘビーサイド側から切っていくのが、いいと思いますね。なぜならサイドパートのレイヤーにおいてやっぱりデザインのメインっていうのはヘビーサイド側なんで、やっぱりヘビーサイドを作ってそれにライトサイドを合わせていくと、そういうふうな順番がいいと思いますね。で、ボックスシェイプしていきますので、この上を向いてる部分と横を向いてる部分におおよそ大体分かれてるとここの辺りかなっていう感じで分けていきますね。これはですね、絶対ここっていうラインじゃなくてもいい、ね、お客様によってもここのね上が向いてるところと横を向いてるところの境目っていうのは微妙に変わってきますし、同じこの例えばこのウィッグだとしても多少これがですねブレたとしてもおおよそこの辺りで上の面と横の面にボックスシェイプがきれいにできていれば、それほど問題なくつながったレイヤーが切れると、いう感じになりますので、そんなに気にしなくていいですね。おおよそ上の面でカットしていく。でハイレイヤースタイルなんで、かなり短めにカットしていきましょう。ローレイヤーの時もここは斜めに切りましたけれども、ハイレイヤーなんで、こう下ろしてみて、これぐらいかな、これぐらいから前髪スタートさそうかなみたいな、感じでですね測ってからこういうふうにカットしていくと、こうなりますね。で一回下ろしてみて、もうちょっと切ってもいいかなと思ったら、もうちょっと切っていくという感じになりますね。これ64ちょっと右パートで分けてるんですけど、ここのまっすぐシェイプしたのがここのパートラインの線上ですね。こういうふうにくるという感じですね。でここの高さというのはちょっと横から見てもらったら、この頭の周りにですね、頭の周りがちょっと落ちてきてる、この角度に合わせてこういうふうにシェイプしていくと、でそこでカットするというふうな感じになりますね。前髪の場合だったら、もう少し詳細に髪の毛を切っていかないといけないんだけど、これは高い段ということなんで、大体これぐらいでいいでしょうという感じになるんですね。で
YouTube で流れる前髪のカットっていう動画をアップしたんですけど、この頭の生え際って結構丸くなってますよね。丸いところに対してまっすぐ切って、それをもし前髪として使うんであれば、こちら側に流れてきますから、毛がこちら側に流れてきた時に、ここがねかなりとんがってくるんですよね。今かなりとんがってますよね。これ乾かすとものすごく分かるんですけど、ウエットでもこういうふうに横に流した時にこうかなりとんがってきてるという感じなんですね。でこれを本当に目の上の流れる前髪で使うんであれば、このとんがりはカットしていく必要があるんですけれどもね、今回はハイレイヤーとして使いますんで、このとんがりはね後々いい感じで効いてくるんで、これはこのまま置いときましょう、ね。とりあえずこういうふうに斜めにカットした、ここをね斜めにカットした、だけです。で慣れてきたら本当はこれしなくてもいいんですが、上の段を届くところまで切っておきましょう。一応ねローレイヤーの時にもやりましたね。結構短く切ってるんで結構しっかり届くところあると思いますね。初めに切ってる方が後々かなりこう切りやすくなってきますんで、レイヤーが。なので、届くところまで切っておきましょう。届くところじゃないな、結構届くところだったら後ろのところまでいっちゃうんで、イヤートゥイヤーぐらいまでいいですね。イヤートゥイヤーぐらいまでの毛を引っ張ってきて、このフェースのレイヤーに合わせて切っておきましょう。はい、上の毛ができたら今度は同じように下の毛を切っていきます。下の毛もボックスシェイプなんで、このようにこの角度に合わせてこう合わせていくわけですね。全部毛束を持つとちょっとややこしくなるんで、さっき切ったガイドを少しもらってこう引いていきますね。ほらこう引いていきます。ならほらここに前の切ったガイドがありますね。前の切ったガイドで、これが一番下のもみあげの毛ですね。これを切っていきますね。これを切っていきます。でこれをここに切ったガイドともみあげまで直線でつないでいくんですが、このガイドに対してもみあげギリギリまでつながないで、こういうふうに横に展開した1センチ分ぐらいですね。ここ生え際1センチ分ぐらい、生え際1センチ分ぐらいはちょっと落としましょう。ほら落ちました。今生え際1センチ分ぐらいね、一番下の毛1センチ分ぐらい落ちました。落ちたらそこの位置でまっすぐにカットしましょう。わかりますか？こうですね。ガイドともみあげの部分を1センチぐらい落として、でまっすぐにカットするという感じになりますね。これもイヤートゥイヤーまでやっていきましょう。ちょっと分かりやすいようにダッカリはめといて前方にシェイプします。でこう出てくると一番下の毛までつながない、一番下の毛までは落として、さっき切ったところがあるんでね、もう2枚目からは分かりやすいと思いますね。一番下までつないじゃうとやっぱここにはいろいろヘムラインとかね、生え癖とか、いろんなものがありますので、ここのヘムライン1センチっていうのはグラデーションとかでもそうなんですけども、ある程度こう重めっていうかワンレングスに残しておいた方がいろんな髪の癖に対応しやすいんで、なので一番下まではつなげないという感じになりますね。これもイヤートゥイヤーぐらいまでやりましょう。結構ハイレイヤーになってくると短く切り込んでるんで、届く範囲ってなったら後ろまでやらないといけないですから、後ろの方はね後でハイレイヤーで切っていきますから、できるだけこう二度手間をなくすためにイヤートゥイヤーまでやっていくという感じでいいと思いますね。はい、できました。そうするとこういう感じですね。こういう感じ、こういう感じがつながってます。こういう感じに対して前がこうですね。こういうふうなボックスシェイプ、ちょっときれいに溶けてませんけど、こうとこういう感じのカットになってます。では今度は、ライトサイド側に行くんですけど、ライトサイド側はちょっとねここの第1パネルですね。ここの第1パネル、ちょっとかなり注目ポイントですね。さあライトサイド側の
第1パネルを切るにあたってちょっとヘビーサイド側の第1パネルも少し引き出しておきましょう。でですね、これどのようにつなげていくかと言いますとですね、大体ヘビーサイドで分けておったところですね、この辺りの髪の毛までをちょっとラッカールで止めておきますね。ちょっと分かりやすいようにね。慣れてきたらこんなことする必要ないですよ。で、ライトサイドの上向いてるところと横向いてるところの境目っていうのはだいたいこの辺りなんでね、ライトサイドはね、かなり少ないです。はい。これ本当にね、ライトサイドすぎるとですね、パートが横すぎるとですね、本当に毛がなくなるんで、すごく難しくなるので、初めはこれぐらいでいいと思うんですけど、さて、こういうふうに斜めに切られてますね。こちらヘビーサイド分がこういうふうに斜めに切られます。で、ライトサイドはここですね。こちら側のここに合わせて斜めにカットするという感じですね。だからこの斜めに対してちょっと強めの斜めですね。で、端と端が合う感じにカットすると、フェイスのレイヤーがついつまが合ってくるという感じになりますね。この角度の感じは、ちょっとこう感覚でというか覚えないといけないわけなんですけれども、これぐらいでしょうね。はい。いったところをほら前から見てみると、ほぼほぼ高さが合いましたよね。こんな感じで。そうしていくとですね、多少サイドパートだったとしてもフェイスのレイヤーの辻褄が合ってくるという形になりますね。でこれね、どういうことを言ってるかっていうとですね、ここが大体、ボックスシェイプの、横と縦が割れるポイントだったとして、ここの長さを合わすってことなんですよ。こことここの髪の毛の長さ、こことここの高さを合わせておくわけですね。パートラインがここだったとしたら、こちらに対してはこういう斜めで切ったんだけれども、こちらに対してはこういう斜めになるという感じになるんですね。例えば、もっとパートラインもう少し横に取りましょうよと、ここにパートラインを取りましょうよとなったら、こちらのラインはこういう角度になってくるんですけど、こちらのラインはですね、今度はこういう角度になってくるという感じの逃がし方になってくるわけですね。こうやってこの三角形がぐーっとこう歪みながらこう移動するみたいな、そういうふうな感じですね。なぜこれが必要なのかというと、こことここの場所っていうのは同じなわけですね。こことここの場所同じなんで、ここからもみあげに対してですね、もみあげのポイントに対してこのラインですね、この髪の毛のラインがこことここの長さが一緒だったら、それに対してフェイスにレイヤーが入ってくるわけですね。こうやってここが一緒だったら、これに対してフェイスにレイヤーが入ってくる。なので前髪の部分ですね、前髪の部分でサイドパートの歪みをとりあえずこことここを一緒にすることでなくすわけですね。そうするとフェイスに同じようなレイヤーが入ってくるという形になりますから、パートラインが左右にずれたとしてもフェイスのレイヤーを入れていく辻褄が合ってくるという形になってくるんで、この切り方をちょっと覚えておいていただきたいなと思いますね。なので、こちらのウィークでいうと、この上で引っ張ってる毛の量っていうのはこんだけの量とこんだけの量なんで全然違う。でこの斜めのラインもこういう斜めと、こちらの方がかなり急な斜めになるわけですね。これも全然違うという形になるんですけれども、でもこことここの髪の毛の長さがほぼ同じ長さになってますんで、これね、同じ長さになってますんで、ここから入れるこの横を向いてる、頭皮が横を向いてるところの髪の毛ですね、ここのレイヤーっていうのは同じレイヤーが入ってくるというふうな形になります。こちらの毛はもういらないんで、ある程度慣れてきたらね、こう感覚で分かってきたりはするんですけども、こちらの毛はいらないんで、じゃあこちらの毛は同様に進めていきましょう。これもイヤーとイヤーの前までですね、2枚目取りまして、おおよそ頭皮が上向いてるところね、この辺りかなって感じですね。でこういうふうに前にシェイプ
これもこのサイドパートのここに合わせて一番このパネルの端の毛がこのサイドパートの延長線上に来るような感じのシェイプで、頭の丸みに合わせたちょっとこういう角度ですね、こういう角度でシェイプしたところでカットします。はい、ここになるんでね、かなりさっきより斜めの角度が強くなります。イヤーとイヤーぐらいまでなんで3枚ぐらいでいいでしょう。頭が上を向いてるところですね。頭のこの丸みに合わせてシェイプしてライサイド斜めにカットすると、こんな感じですね。ここまでできましたらまた割ってこうですね。でこの辺りぐらいまで前髪としてカットしてるんで、少しガイドをもらってあとはのけときましょう。上の毛でシェイプしたこの角度に合わせてぐーっとシェイプしていく。そうするとこれが今ガイドですね。ここがガイド、ここがガイドがあって、もみあげの毛がここにありますね。でここの下、こういうふうに横に展開したこの下、ここですね、この幅1センチ分ぐらいは落としましょう。1センチ分ぐらいは落としたところで端と端をまっすぐに切る。はい、今回まっすぐに切ってるんですけど、まっすぐに切らないパターンもありますね。はい、その場合は顔周りに毛がより残ってくる感じなんですけどね、ちょっとなんていうかな、ローレイヤーのこのワイドなレイヤーのバランスに上にトップに高い段を混ぜていくとかね、そういうふうな組み合わせの場合ってあんまりここ切らないんですけど、とりあえず今回はまっすぐカットするというパターンを使ってますね。いろいろそういうのをね、これに対してこれ組み合わせたらどうなるんだろうみたいな感じで、自分の引き出しを増やしていくっていうのもいいと思いますね。で同じように2枚目以降はちょっと簡単になってきますよね。こういうふうにシェイプをしてきて、もうガイド見えてますんでね、はい、さっき切ったガイド見えてますんで、それに合わせて切ったらいいですね。はい、3枚目いきます。しっかりと根元からシェイプをいたしまして、さっき切ったガイドが見えてますんで、それに合わせてカットするという感じになります。そうやってやっていきますと、今ちょっとウェットですけど、サイドパートなんだけど、なんとなく顔周りのバランスがレイヤーが同じような感じで入っているというのが感じられるんじゃないかなと思いますね。さて、顔周りにレイヤーが入れることができましたら、今度はですね、上に段を入れていきたいと思いますね。そこそこ高い段という感じですね。そこそこ高い段。今回はですね、レイヤースタイルに段を入れるっていうパターンでは、モヒカンガイドから切っていくっていうのが、すごくね、ポピュラーな方法としてありますので、モヒカンガイドから切っていくというやり方を使っていきたいと思います。どういうふうにやっていくか。これもですね、パートラインが今回サイドパートになってますので、このサイドパートをまたぐモヒカンラインを取ってもらいたいと思いますね。ここにパートがありますから、こういうモヒカンガイドですね。これをまたぐモヒカンガイドを取っていくと。ちょっと後ろにシェイプしまして、モヒカンガイドを取っていきましょう。ちょっとかなり丁寧にやりますけど、こんな感じですね。こういう感じでモヒカンガイドをまず取りましょう。でこれサイドパートがおそらく含まれてますよね。ここのモヒカンガイドを取って真上にシェイプしていきます。そうするとこんな感じになりますね。でこんな感じが、パートがまたぐモヒカンガイドという形になると思いますね。でモヒカンガイドをちょっと横から見てみると、今こうですね。ほら、これが段、さっき切った前髪のところですね、一番前の。で後ろは切ってませんから、こんなに残ってるんですね。後ろはこんなに残ってるとね、いう感じになります。でこれをですね、そうですね、ハイレイヤーを入れていくんで、ちょっと90度、これが90度だとしたらぐーっと60度ぐらいに倒しましょうかね。これも自分のアジャスター機能なんですよ、ここは。だからモヒカンガイドっていうのは、今前髪を短くして、でそれに合わせて今段を入れていってるんで、このシェイプの高さが
こういうふうに90度になればなるほど上の段が短くなります。もっと言うとこちら側に倒せばさらに上の段が短くなりますね。前下がりのちょっとグラボブとか、そんなんではこういうふうなちょっと前が長いモヒカンガイドっていうか、そんなん作っていきますけど、でこちら側に倒せば倒すほど上の毛も長く残ってくるというふうな段が入れれると、かなり、上の毛が長く残ってくるということは、その分後傾の度合いが後ろ下がりね、後傾の度合いが強くなるっていうふうなことなんですけれども、こういうスタイルでモヒカンガイドを使う時に、一般的にはよく大体これぐらいかなって感じですね。これが90度でこれが0だとしたら、60度ぐらいですかね。60度ぐらいに引っ張って切るという感じになってきますね。45ってこれぐらいなんでね、60度ぐらいですかね。でこれもですね、一番この入りは1センチ、ここには段を入れない、ここまでつなげないね、ヘムライン1センチはしっかりと落としておきましょう。そちらの方がいろんな生え癖とかに対応できますので落としておく。だからこういうふうに60度ぐらい引っ張ってきて、そこに対してまっすぐカットするという感じになりますね。もちろんこっちに倒してますので、まっすぐ引っ張ったらこういう感じで後ろが長くなっているという感じになりますね。これでモヒカンガイドが切れました。ここの高さの調整もやっぱりその自分の感覚でやっぱり覚えていく。こんな感覚で切ったらこれぐらい上が短くなるなとかっていうふうな、何回もこう回数ね重ねて切っていって、だんだんとその自分の中でこのモヒカンガイドとかレイヤーの幅、つなぎ方っていうのを操作できるようにしておくということが大切ですね。で今モヒカンガイドを切れましたという感じですね。この後はですね、今この右パートに対してモヒカンガイドを切ったわけですね。パートラインをまたぐモヒカンガイドですね。これがパートラインだとしたら、パートラインをまたぐモヒカンガイドをカットしました。でそこからはバック切ってこう輪切りにしてまず前まで行きます。で前まで行ったらまっすぐ進んでいくと、顔周りは少しこういうふうな斜め前のラインになってきますけどね、こういうラインになってきます。イメージはこんな感じでいいと思いますね。モヒカンガイドに対して、段を入れていくと、そういうふうなイメージになってます。はじめにモヒカンガイドを切ったら、まずはじめですね、バック真後ろへ行きましょう。サイドパートなんで、真後ろもちょっと歪んでるんですけど、真後ろに行きましょう。で頭が上向いてるところぐらいまでですね、頭が上向いてるところぐらいまで、これももう大体でいいですよ。このゾーンですね。ここの上を向いてるゾーンをまず切っていきます。この上の向いてるゾーンで、上を向いてるゾーンまでしっかりとシェイプしたら、そうするとこうモヒカンガイド、切ったモヒカンガイドが見えてきますよね。で後ろなんでね、モヒカンガイドをちょっと取りすぎるとぐーっと一気に長くなってるんで、どこがガイドか分かんなくなってくるんですよね。なのでしっかりと自分の中でこのゴールデンポイント、一番頭の高いところですね、高いところを見つけて、高いところをガイドとして、これをガイドとして、ここもちょっとハサミが入っているんですけど、この辺は無視して一番高いところをガイドとして、バックはですね、頭の丸みに合わせてシェイプしましょう。この櫛の角度、この櫛の角度に合わせてシェイプして、でこれをですねまっすぐカットします。まっすぐこうね、まっすぐカット、これをまっすぐカットします。シェイプしたものに対して垂直にカットするという感じでいいと思いますね。そうすると今度はこれどっちから回ってもらってもいいですけど、ヘビーサイド側に回りましょう。一番頭の高いところ、ゴールデンポイントを中心として少し回りましょうね。こういうふうに回ります。でこの辺りすごくね、どこ切ってるか分かんなくなると思うんで、ちゃんと頭の丸みを感じながら切ってたら、今頭の上のところに来てるなっていうのが分かると思うんで、これもちょっと一番高いところですね。これをガイドの中心として、これに対してまっすぐ切っていきます。ちょっとやっぱこれ取りすぎちゃうんですね。こう分けただけではね。分けただけでは取りすぎちゃうんで、
その取りすぎちゃったところに合わすとちょっと短くなったりとかするんで、常に一番高いところ、自分の中ね、一番高いところ、この部分に合わせていくという意識を持っていくと。でここのね下の部分に関してはね、多少取りすぎてもいいです。後でもう一回切るんで。でこの上の部分ですね、上の部分を切っていく。モヒカンガイドがね前に向かって短くなってるんで、ちょっとこう前の毛まで取りすぎてこれに対して合わすとしたらかなり短いレイヤーなので、常に一番高いところを自分の中心としてそれに対して回っていくと。バックはねここまでですよ。ここまでの輪切りのポイントは常にここのゴールデンポイント一番高いところですね、 GP を中心として回っていくっていうところが大切ですね。ここから前に来たら、モヒカンガイドはこういうふうに列になってますんで、これに合わせていけばいいと、いう感じで見失いにくいんですけども、バックの輪切りで回ってくるとこね、ちょうどこれ今イヤートゥイヤー上ぐらいですね。ここからねこれもしっかりとシェイプの一番端ですね、ここが一番高いところであるということを確認して回っていきます。でですね、イヤートゥイヤー上に来た場合はちょっとこの毛束を引き上げましょう。引き上げて今度は床に対してまっすぐ切っていきます。床に対してまっすぐ切っていく。イヤートゥイヤーから前に来るとですね、今度はこれがモヒカンガイドですね。この辺りがね、この辺りがモヒカンガイドなんで、このモヒカンガイドを少しもらって横になってきて、ここにモヒカンガイドがいますからね、ここにこの端っこの毛を持ってくる。端っこの毛を持ってきて、ここ先ちょっと切ったところなんですけど、このシェイプに対してまっすぐカットする。この角度に関しては別に自由なんですよ。ちょっと下げることもできるし、もちろん A ラインみたいに上げることもできるんだけども、今回はまっすぐに切りましょうっていうことですね。だんだん切るとこなくなってくるんですけどね。これもローレイヤーでやったようにちょっと前に引っ張ってレイヤー入れちゃってるんで、だんだん切るとほらもうなくなってきてますね。はい、こんな感じでつながってきます。で反対側いきましょうね。反対側も一番高いところに合わせますね。高いところ以外の毛をちょっとのけておいて、で頭の丸みに合わせて、この頭の丸みに合わせてまっすぐにシェイプしてきて、これをカットしますね。はいね、で輪切りで回っていきます。この頭皮の向きに対してまっすぐシェイプしていく。まっすぐシェイプでまっすぐシェイプして、ここにガイドがありますから、これに対してまっすぐつなげていくという感じになりますね。でイヤートゥイヤー上に来ましたね。ゴールデンポイントを含んでイヤートゥイヤー上に来たら、今度はちょっと上げていきましょう。真上に上げていく。真上に上げてまっすぐ切ります。こうですね。でまたこの辺りにサイドパートが存在しますので、ここはモヒカンガイドで切ってるはずなんで、サイドパートを含むパネルを取って真上に上げましょう。真上に上げて水平にカットする。だんだんと出てくる毛がなくなりますね。前でレイヤー入れてる分ね、はい、もうないと思いますね。はい、できました。これで顔周りにサイドパートのレイヤーを入れましたね。で前に引いてまず切りました、顔周りのレイヤーを。でモヒカンガイドでこのトップに流れる髪の毛の高さを調整して、でそれに合わせて後ろを切って、そこからまた前に展開していく。イヤートゥイヤーから前の毛はサイドパートのレイヤーを切っている時に前に引いて切ってますので、後ろからレイヤーをつなげていった時に、イヤートゥイヤー超えてくるとぐっと短くなってくるんで、届かなくなってくるわけですね。届かなくなってきたら終了というふうな感じですね。前も言いましたけども、この届かなくなる感覚、これがレイヤーカットでは非常に大事ですね。届かなくなることによって
顔周りに入れたレイヤーとモヒカンガイドからバックから展開してきたレイヤーがつながってくるという形になります。はい、ここまでできましたら、今度はですね、バックの中間部分ですね。中間部分にも今回は段を入れていきたい。バックの中間部分とこのサイドのミドルセクションですね。ハイレイヤーっていうことなんで、ここにも段を入れていくと。これで終わってもですね、一つのスタイルになるんですけど、結構ね、その A ラインポイントがちょっと裾広がりな感じに対して、上にちょっと段が入ってるというような感じのスタイルなんですけど、ハイレイヤーなんで、もう少し横をタイトにするというふうなやり方もちょっと覚えていきたいんで、このミドルセクションの部分ですね、ここにも段を今から入れていきます。A ライン、ローレイヤー、ハイレイヤーと割とね、上から段を入れてるんですけれども、上から段を入れるメリットとしては、そうですね、お客さんの顔に合わせやすいっていうのがありますね。お客さんの顔にここの横のサイドのレイヤーとかローゾーンのレイヤーっていうのは、入れてもいいし入れなくてもいいゾーンなんですよね。なぜかというと、まずレングスがまずお客様の希望があって、でトップの段がお客様の希望がある、これは冒頭で言った通りなんですけども、じゃあそのまずお客様の希望を切った時に、レングス切ってトップの段を切った時に、ここの横の膨らみ具合っていうのは、これは髪質とか癖とか、その人の、雰囲気もありますよね。もう様々なんですよね。ここの横の厚みをどういうふうにコントロールするかっていうのが、ここのミドルセクションからローゾーンの、レイヤーっていうことになってくるんですけれども、上からレイヤーを入れることによってその膨らみ具合とか雰囲気をある程度見ながらレイヤーを決めていくことができる。だから今長崎行って上来た時点で結構あんまり膨らみが少ないお客様の場合だったらもうこれで終わることもできるし、割とウエットだけどちょっと膨らみそうやなってなったらレイヤーを追加することもできるというふうな感じの、その人に合わせたこのレイヤーの幅を決定しやすいっていうふうな、メリットが、上からのレイヤーにはあるという感じになりますね。はい、ということでですね、ミドルセクションですね、ここにも段を入れていきたいと思います。こうですね、バックセンターからまず取っていきましょう。バックセンターからね、こう取りました。で、しっかりとですね、これね、頭の丸みを見ないといけないね。頭の丸みがこっちを向いてるところですね。ここから下は下を向いてますよね。横を向いてるところを引き出します。そうするとバーッと毛が出てきますね。で、頭の上向いてるところの終わりがどの辺かなと。これもね、上からこれ全部ガイドとしてなり得るんですよね。これ全部。じゃあここに合わすのか。これ一番トップの毛ですよね。ほら、これ一番トップの毛でしょ。これに合わせたらめちゃくちゃ短くなるわけなんですよ。こういう失敗結構多いんですよね。さっき頭の上でレイヤー入れた終わりはどこですか、ね、これは頭のポジションで確認していかないといけないですよ。頭が上向いてるところまで入れましたよねと。ね、じゃあここですね、ここね。だからここの毛に合わせていかないといけないという感じになるんですけどね。ここ全部切ったとこですからね。全部切ったとこ横に引いたらそれは当然こうなってますよね。これどこがガイドやねんってなっちゃうわけなんですよね。今どこまで自分はレイヤー入れたのか。頭が上向いてるここまで入れました。ならこの毛は無視してこういうところにレイヤーをつないでいかないといけないという形になってくるわけですね。こういう感じになってきますね。端っこの毛に対してまっすぐ水平に引いてきてまっすぐ入れていきましょう。まっすぐね。これはですね、こうですね、下の毛も届くところまで引っ張ってください。こういう感じですね。すぐ届かなくなってくると思いますから。わかりますかね。こういう感じです。でこれも輪切りにして回っていきます。今このゾーン切ったんで、今度このゾーンって感じで輪切りにして回っていきます。ちょっとここ難しいですよね。こういうところはね、本当はね、下からレイヤーの方がめちゃくちゃ分かりやすいんですけど、上から入れていきましょう。この部分ですね、この部分なんでガイドがここまでですね。この辺りの端っこの毛に対して
あんまりないですけどね、はい、こういうふうに段入れていきます。届くところまで引き上げて、はい、いきました。頭がこういうふうに丸くなってますから、だいたいこの辺りぐらいの髪の毛をガイドにして横に段を入れていくという形になりますね。こうですね、はい、こうなってきますね。次はね、こうなってきます。全部引っ張ったらこんな感じですね。ほら、この辺がカットされてるわけでしょ。この辺がカットされてるんで、頭が上向いてるところはこの辺りなんで、このゾーンぐらいですね。このゾーンぐらいの端っこの毛、これですね。これに合わせて今度ここらぐらいに来たら、ね、今耳の後ろぐらいなんですけどね、ここぐらいに来たらね、生え際がぐーっと上がってきてますから、結構ね、一番下のこっちの端っこの毛を切っちゃうっていう恐れもあります。ここぐらいに上がってきたら、この一番端っこの毛はこういうふうに1センチぐらい落とすと、落とすような感じでシェイプして、それで端っこの毛と端っこの毛を合わせていきます。こんな感じになってくるんですね。ちょっと難しくなってきますよ。こちら側行きましょう。こちら側も頭が上向いてるところはぐらいがこの辺ぐらいまでなんで、シェイプしていきますと、ほら、ここに毛の終わりがありますね。ここに毛の終わりが、ここに毛の終わりがあって、で端っこの毛がまだここにあるんですね。でこの膨らみを取っていくというイメージですね。ぐーっと、ほら、この毛の終わり、下の毛が落ちたっていうのを確認して合わせていく。決してね、シェイプしたところにまっすぐ切るっていうわけじゃないですね。下の毛を逃がしながら切ってください。顔周りに関してはもう前に引っ張って切ってるんで、あんま切るとこないんで、まあちょっととんがり取るイメージでまあいけるんですけどね。ちょっとこの辺り非常にややこしい部分ですね。この辺りはね、ちょっと上からレイヤー入れるで、まあデメリットとも言えますね。慣れてくると本当にもうバーッと大きく取って、まあ大体の位置わかるんで、まあこんな感じでつなげていけるんですけど、さあちょっと反対サイド回っていきましょう。反対サイドもこういうふうにナチュラルなシェイプのところから、まあ、輪切りにしていきますね。輪切りにしていって、頭のこの丸くなってこっち向いてるこのミドルセクションのところを中心にちょっと上のガイドをもらって、ミドルセクションのところを中心に真横に引いていきます。真横に引いて真横まで切る、届く位置まで切って、三つ襟を越えてくるとこのように生え際がぐーっと一気に上がってきますので、こうなってくるとちょっとまっすぐ切っちゃうと下のアウトラインを切っちゃう危険性がありますので、それを切らないようにちょっとこういうふうに角度をつけてカットしていきます。アウトラインを落とすようなイメージかな。頭が横向いてるところ、上向いてるところのけといて、頭が横向いてるところをこういうふうに引っ張り出してきて、アウトラインが落ちるような感じでシェイプして、ここの横もカットしていきますね。顔周りはフェイスにレイヤーが入ってますんで、まあそんなにないと思うんで、こういうふうに横に引っ張って一番ちょっととんがっているところを取るぐらいでいいと思いますね。はい、そんな感じになってきます。でこれで、トップのモヒカンガイドから、まあ、ミドルセクションまでの段がつながったんですけど、最後ここですね、ネープのゾーンだけ上に引っ張って切ったんでね、ちょっと長さ違いますけど、これをこういうふうに横に切った。でネープのここの毛もここまで持っていってカットしたという感じになってますから、ここにですね、おそらくちょっとこういうとんがりが存在してるはずなんですよね。まあこのとんがりだけをちょっとチェックでカットしていくという感じですね。ネープだけあると思います。ほら、こういう感じでとんがってきてる部分があるんで、まあここを少し、まあこれ角取るぐらいですね。角取るぐらいカットする。こうですね、角がありますね。
この辺りからもうほぼなくなってくると思いますね、角は。おそらく最後はないという感じです。バックセンターを切って、で次は三つ襟を含むゾーンを引っ張り出してくると、こうやってちょっと角とんがってるところが存在すると思うんで、そこをカット、チェックカットですねして、で今度はイヤーとイヤーの後ろぐらいまでを含むゾーンをこういうふうにまとめて取ってくると、多分ここでも少しこうね、ほらとんがってる部分が出てくるんで、これをちょっと切るぐらいですね。イヤーとイヤーの前は、前に引っ張って切ってるんで、ないことですね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでカットしていくと、この一番初めにこうヘビーサイド側に入れた前髪というかね、顔周りのレイヤーから、全体が、割とタイトにつながってくるという風な形になってきますんで、今回の場合は、ちょっとセリングも少し入れていきたいなと思うんですけれども、とりあえずこれで今どういう風な形になっているのかを確認するために一度乾かしてブローしていきたいと思います。はい、ちょっと乾かしてブローしてみました。今ですね、乾かしてブローしただけで、先ほどのウェットのカットそのままでございますね。で、こんな感じになりますね。ローレイヤーとかねの時とは全然シルエットが違う感じになってると思いますね。結構ね、ここが割と丸い感じのフォルムになっているかと思いますね。で、サイドにも多少段入れてますので、シューッと全体的にこの丸みを帯びたシルエットになっているっていうのが分かると思いますね。で、高い段が入ってて、全体的にこうつながっているというところですね。あとですね、見てもらいたいのはちょっと顔周りですね。ライトサイドで見た方が分かりやすいんですけど、一番初めにね、こっちのヘビーサイドの前髪切った時にこうやって斜めに切ってこうやって落としていくと、ここに角が残るんだよねっていう風なね、そういう話したと思うんですけど、これもっと長い髪型にはもちろん対応可能なんで、もっと長い髪型になってくるとですね、結構ここつなぐのにまあまあな差があるんですね。まあまあな差があるから、つなぎきれない、ストレートでつなぎ切っちゃうとちょっとおかしくなってしまうっていう時もあって、そういう時はストレートにつながらなかったりするんですけど、それでもですね、こう斜めにまっすぐ切られているよりかちょっとこういうふうに角がシュッとこう残るっていうかね、こういうふうに残ってる方がこの長いね顔周りの髪の毛にこうつながりやすいんですね。こうあった方がまっすぐピタッてやったらバンパンって感じになるけど、ちょっとこうあえてこう角がこういうふうに残っている方がこちらとのやっぱ馴染みがいいっていうところになりますね。基本的に頭はこういうふうに丸くなってるんで、前に引っ張って斜めに切ったらこの丸みっていうかこちらの方が低くなってますから、これに左右されてやっぱり一番サイド側っていうのはこうどうしても角が残りやすくなる。でもその角を使ってこういうふうな長い髪の毛と合わせていくっていう、そういうふうな手法になってますんで、そんな感じで前髪もこうつながりが良くなってくるという感じになってきますね。全体見てみるとなんていうかな、こうザ・ベーシックカットみたいな感じでこれはこれで一つの感じになってると思うんですけど、さすがにこれが営業ベースだとちょっと上がやっぱり重たすぎますよね。ウィッグっていう言葉あるんですけれども、下の長さはそんなに切ってないだけれども、上はやっぱりかなり短く、ね、一番短いところこれぐらいまで切り込んでますから、こう切ったところにやっぱ重みが溜まってるっていうところがどうしてもあります。全くついてないんでね。なので仕上げとしてセニング入れてもらってもいいかなと思います。で、いつもね YouTube 見ていただいている方はいろんなセニングの入れ方を紹介しているのが分かると思うんですけども、ベーシックカットなんで、切った通りに、セニングを入れていけばいいかなと思いますね。ちょっと上からやっていきましょうか。軽くね、切った通りに、ウェットカット切った通りにこういうふうに引きましたよね、上ね。そこに対して、毛先に軽く、3回ぐらいすいていくと、それだけでもね、全然馴染みが違いますからね。こういうベーシックカットなんで多く切ったところ、しっかりと長さを切ったところにこういうふうに切った通りにセニングを入れていく。それだけだいぶ馴染み方が変わってくるんで、
今回の場合はそれぐらいでいいかなと思いますね。実際にレイヤーのセーニングの仕方結構いろんなところで僕言ってますんで、勉強したい人はそちらを見ていただければいいかなと思います。ベーシックカットなんでブラントで切ったシルエットがどういうふうになっていくのかっていうのを覚えるのが一番の目的なんで、セーニングに関しては今回はウェットで切ったようにシェイプして毛先をすいていくというぐらいにしましょう。特に長さ切ったところですね。長さ切ったところを中心にやっていく感じですね。前髪も切った通りに出して毛先をチョップつくと。そんなに多いなと感じないところはすかなくていいと思いますね。長さを短くしたところの差がすごくあるので、毛束っていうのは短くすればするほどやっぱり髪の毛の量がどうしても多くなってくる特性があるので、だからねローゾーンはそんなに重たくならないと思いますね。このウィッグの場合で言ったらハイレイヤーなんで上をかなり短くしたんで、ハイゾーンですね、その辺りが重たくなると思うんで、その辺りは切った通りに引っ張り出して、重いなと思うところは毛先を少し軽くすると、それぐらいでいいと思います。ちょっと重たいなと思ってる、短く切ったところですね、上のゾーンを中心に、切った通りウェットで切った通りに引き出して、毛先にセーニング入れただけなんですけど、さっきと比べてねすごくフォルムがつながってきたというか、馴染みが良くなったような感じっていうのがすごくわかると思うんですよ。スタイルとして出せるような感じになってきたっていうかね、そんな感じが、分かると思うんですね。切った通りに引き出して毛先すいただけなんで、僕がよく使うねインナーレイヤーとか、スライドカットとか、そんなん一切入れてないんですけど、そういうのもねやりたい人はここで別に使ってもらってもいいですけどね、ベーシックカットっていうことなんで、これでですね少しちょっとスタイリングして仕上がりを見てみたいと思います。はい、ちょっとですねスタイリングしてみました。こんな感じで、少しアイロン入れてねちょっとオイルをつけてツヤを出してます。こんな感じになりますね。ちょっとハイレイヤーにしては長いのかもしれないけど、ここの初めの設定ですね、ここの初めの設定を短くすると、どんどんレイヤーを高くすることもできるし、あとはここのモヒカンガイドの角度ですね、モヒカンガイドの角度で、トップの長さを、短くすることもできるし、あとはここの削りミドルセクションの削り幅ですね、それをちょっと広げることでさらにタイトにすることもできる。で、あとはセーニングですね、それこそインナーレイヤーとか、中の方に少しねセーニングを入れていくことによってタイトにすることもできると。いろんなこの形の変化の方法っていうのが、ここからいろいろ出てくるわけなんですけれども、そういうのをですね、一つ一つ組み合わさっていって、自分の中で、理想の長さと段の高さ、そしてフォルム、あと質感ですね、束感とかを作っていくっていう風な感じがいいと思いますね。それで初めにも言ったんですけども、このスタイルを覚えて終わりじゃなくて、例えばこの上の段の入れ方にもう少し前上がりをプラスしたらどうなるんだろうとかね、そういうふうな感じでいろいろと自分でモヒカンガイドをいじってみたりとか、前髪の長さをいじってみたりとかして、いろいろいじりながらやっていくと、このローレイヤーの幅とつながってくるところもできるんですね。このスタイルだったらローレイヤーでも切れるなと、でもハイレイヤーの切り方でも切れるなっていうふうに重なる部分が出てくると思うんですね。その重なる部分が、この技術の幅になってきたりとかでしますんで、いろいろこの切り方で長さを変えていく、ローレイヤーの切り方で長さを変えていくっていうふうな感じでいろいろとレイヤーカットやっていくとどんどん上手くなっていくんじゃないかなと思いますね。このスタイルなんですけれども、ローレイヤーの時にもやりましたけど、こういうふうに、ちょっと前髪はこういうのを下ろして
手ぐしで少しこうね後ろに解けば、ちょっとこうね後ろに流れるような、感じのスタイルにも、もちろんなりますよね。段がずっとつながってますんで、こういうふうに手ぐしで解けば、綺麗に後ろに流れるような感じにもなるという感じになってますね。あとですね、今回はねそのモヒカンガイドを中心に段を入れていったっていう形ですね。で段の入れ方が、前から見たら、モヒカンガイドに対して、床と平行ぐらいにこういうパネルをカットしていったと、いう感じなんで、 A の時はちょっと裾広がりな感じのフォルムが出ると言いましたけれども、真横にカットしてくると、ちょっとこう丸みを帯びた、この頭の丸みを形がそのまま出てくるような丸みを帯びた形に、なりやすいというふうな感じになってきますね。A ライン、ローレイヤー、ハイレイヤーとくるとですね、この切り方でですね、ある程度のパターンのレイヤーカットが一通り切れるような感じになってくるんで、どの切り方でもそうなんですけど、ちょっと A ラインはちょっと違いますけれども、ローレイヤーとハイレイヤーだったら、アウトラインと段の高さ、隙、これをですね、ある程度こう調整機能をね使って、例えば今回だったら段の高さはここの一番初めのあれで変えれるし、モヒカンガイドでも変えれますね。そういうような感じで、アウトラインも、もっと前上がりにすることもできるし、水平なラインにすることもできるしっていうふうな感じで、こういうふうにですね、この3種類の組み合わせをいろいろ同じ切り方で変えていって、スタイルの変化っていうのもちょっと感じてみてもいいんじゃないかなと思いますね。ということで、今回はサイドパートハイレイヤーのベーシックカットでした。ぜひ練習してみてください。